こんにちは、春日部つむぎです。今日はネタ半分で作ったデッキが思った以上に強かったので紹介させてもらいます。前回と同じスールタイカラーですが、中身は全く違いますので交互期待。こちらは2マナの動きがありませんでしたが、3マナからはしっかり動いていけそう。お相手は農場労働者からスタート。これはミッドレンジの方の白タンですね。ハンドの唯一の除去である直レイが腐りそうな予感を感じつつターンをもらいます。そしてこちらは緑ダブルがちょうど出たので連と次元壊しをキャスト。冷静に考えるとこのカードも3マナ PW。しかも初期中性が4で小マイナス使っても中性が2残ります。やっぱり3マナ PW ってダメなのでは。お相手は2マナ3マナと綺麗に動きますが、 PW への有効打破ない様子。これは連でアドを取り続ける試合になりそうです。早速2枚目の3マナ PW サイバーをキャスト。こっちは奥義がないだけまだ右上ですね。小マイナスでこのデッキの影の主役である浄土語りを戻そうと思いましたが、刺激がいるなら刺激ですかね。そして次元壊しはプラスで土地をアクティベート、プラスで5点クロック呪言警戒速攻が生み出せる PW が今まで存在したでしょうか。まあ似たようなやつが実際に存在するんですけど、しかし3マナ PW のやることとしては破格の性能です。3連トップレアの連でしたが、ようやく時代が追いついてきました。お相手ここで一時的封鎖をキャスト。しかし土地は残ります。土地クリーチャーって意外と刺さらない除去が多いんですよね。ここはちゃんと最高効率で動けるようにしっかり悩みます。ピコン。まずアンタップインからの土地をクリーチャーか開花の亀をキャストします。これで1マナ伸ばしつつ土地クリーチャーに1点バフ。そしたらタイバーで土地を起こします。そしてアタック実質速攻6点パンチしつつ2点ゲイン。お相手ハンドは潤沢だけどテンポ面ではこちらが有利を取れている状況。まず農場労働者から救出専門家軟化2マナをぐるぐる回してアド取るデッキっぽいですね。そしてドローは2枚目の直レイ。だいぶ悩みましたが、ここは言っていい場面です。土地をクリーチャー化してフルパンします。2点ドレインしつつ1マナランパン。墓地に SSR が落ちましたね。これはラッキー。さてあとはお相手がどうブロックするかですが、ここは素直に両方相打ちの構え。さらに第2の選択、この直レイでお相手がどうさくるかでコンバットの成否が大きく変わります。お相手知る由もないでしょうけど、最高の展開を引き出せました。直レイ2枚がもったいなく見えますが、開始で盤面に全力で対処してくれたら次の足のターンで敵動かしてほぼ勝ちなので、このコンバットで有利取れたのは重要なことです。お相手目線ラスを打ちたいターンですが、果たして救出専門家をキャストということはラスはなさそう。救出専門家の ETB で農場労働者が戦場に戻って平地1枚サーチ。残り3マナは構えてエンドのようです。アーシは一見マナフラしているように見えますが、浄土語りを戻しつつスローブルクを育てます。からのタイバーの錠剤で実質速攻の浄土語りが土地をクリーチャー化。そしてミシュランを通常起動して連もプラスで土地をさらにクリーチャー化。アルゴス起動はギリギリ1マナ足りませんね。可能な限り最大の打点でアタックです。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。2戦で対戦よろしくお願いします。マナベースやバネのこのデッキにしては奇跡的に綺麗に回るハンド。お相手赤タンかなり苦手な相手ですが、先手なのでまだやれそうです。こちらは浄土語りをキャストしてエンド。スローブルクが回り始めれば返せそうではあります。お相手綺麗に1マナ2マナと動いてパワー3速攻。これは当然投資です。こちらはスローブルク最速で置くのもありですが、ここで落ちたらさすがに寒いので一旦控えます。まずは黒徳目で回復しつつ除去してエンドとします。お相手熊野が裏返り。この怪しすぎるアタックは通しますか。逆に言うと3点除去は持ってなさそうではある。お相手3マナ構えてエンド。ここでストップはラッキーですね。ここでさらに悩みます。今スローブルク置いても3バニラにしかならないのでまだ置かないでもいいかという判断とします。なのでこのターンは一旦アルゴスを起動。これでブロッカーを用意しつつスローブルクでアドを取るために土地を墓地に落とします。お相手エンドに赤徳目をキャスト。なるほど、バーン系っぽそうな赤です。さらに火遊びで戦術はトップ。浄土語りは生き残ったのでセーフ。
お相手悪漢を宝物モードでキャストして機械河川をキャスト。一気に厳しくなってまいりました。ここはいい加減スローブルクをキャストします。これで竹沼を構えつつブロッカーが出せました。お相手熊野だけでアタックということは何もなさそうです。スローブルクでブロックして竹沼根力。土地2枚めくれはかなり強いです。ブルクが一気に育って6にお相手特目を置いてエンド。回り始めたら一気に削られそうなので急ぐ必要がありそうです。こちらはまずダイバーキャストでマイナス2で3枚切削。通っても悩みますがやりたいことがあるので涙を飲んで刺激を諦めうろつくものを戦場に戻します。そしてうろつくものは土地を戦場に戻しません。からのめちゃくちゃ育ったブルクでアタック。9点通して時短リーサルしたい構えからの見事な再生キャスト。ドン。8マナ伸びて時短はやりたい放題です。お相手ここで投了。対戦ありがとうございました。3戦目対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。お相手ジアーダをキャスト。これは分かりやすく天使デッキ。2マナで連を出そうとして断られつつ特目でジアーダを落とします。お相手3ターン目はパス。重いところが固まってるのかな。こちらは浄土語りをキャストしてエンド。お相手4マナでもパス。ホウロウオータな。こちらは浄土語りタップしたくないのでアンタップインしつつレンと次元壊しキャスト。いくらコツ化があるとはいえ白は相変わらず PW に強くはないのでお相手から動いてこないならこちらから攻めていきましょう。5点速攻を入れつつターンエンド。お相手軍備放棄キャスト。除去ハンドっぽそうですね。ここでコツ化使わないということはなさそうということでレンはガンガンプラスを切って奥義に向かいましょう。2回殴ってお相手すでに残り10点。お相手鼓舞する監視者をキャスト。1点ゲインして1ドロー。ここで血迷ったのど首狙い。正気か。なんかボタンが光ってたので押してしまったレベルの脊髄反射してしまったけどまあなんとかなるでしょう。ここは変わらずとチビート継続。お相手残り6点。次はレンが奥義を打つターンなのでお相手1でもレンを取りに来る読みで刺激を通常キャスト。これでリーサルをちらつかせつつ奥義も対処強要します。お相手株をもたらす戦乙女キャスト。やっぱり脊髄の毒首裏めってるじゃないですか。マンシャーなしです。ここはレンの奥義を使っちゃいましょう。レンと次元壊しの奥義は墓地から土地をプレイ。パーマネントをキャスト可能な紋章です。周りソース面で言えばほぼ負けなしレベルになるのでかなり強い能力ですね。このターン普通に刺激からのど首回収してたらほぼ勝ちだった説もありますが奥義の魅力からは逃れられなかった。このターンは刺激を構えてターンエンド。お相手花ペスキャスト。ちょっと不穏になってまいりました。プラスで戦乙女に警戒とカウンターを乗せます。ライフを大幅に回復されお相手残り12点。エンドに刺激を回収します。全く色が合わない赤白ランドを戦場に出しつつ墓地を肥やします。こちらはさすがに刺激を捨てて墓地からのど首回収。オートタップくんが頑張って緑が全部出てるんですがこれは使えない赤白ミシュラン起動を優先させたってことなんですかね。ともあれ壁はどかして亀が単独アタック可能に。こうなると非常に強い状況です。無限にリソース補充しつつ土地も伸ばします。お相手花ペスマイナス3で捨てるようです。キラチを持ってきたということは外れですかね。からの特別キャスト。もしかしてマナが足りなくてあえてキラチ選んだのかな。嫌ですがレンの紋章はこの程度じゃ止まりません。レンをキャストしてプラスで土地をクリーチャーか。からのもう一丁レンをキャスト。伝説ルールで片方が墓地に落ちますがどうせ次のターンまた墓地からキャスト可能です。そしてラスの開始に速攻9点パンチ。白は H とラス以外でこのクリーチャーを取ることはできないのでだいぶ有利盤面。お相手部族ランド天使指定から太陽効果キャスト。天使デッキとはしかしこれはほぼほぼ勝ってそうですね。まずレンのプラスで土地をクリーチャー化して墓地から追加のレンをキャストとここでお相手投了。対戦ありがとうございました。4戦目対戦よろしくお願いします。これは難関起これのキープ。
緑は意図的に濃いめにしてあるのでさすがに引けないことはないはず。無事1枚目ドロー。しかしお相手トライオウムの時点で不穏。これはガンフリ対面のランプですね。もう上振れ期待で刺激を投げます。相手より早くマナが伸びれば何か起こるかもしれない。お相手トライオウム3枚目から九死の手下げカバン。綺麗にマナが伸ばされてしまっています。ここはタップインと刺激構えでエンドです。しかしお互い遅かったらトップ勝負に強いランプ側ガン有利の展開なんですよね。仲良しファームしてる場合じゃないんですが、ハンドに殺意が足りない。お相手さらにマナが伸びて6マナ目。エンドに刺激起動で1マナランプしつつ墓地肥やし。緑がめくれるのは最高。ここはミシュランよりも緑優先で、こちらはミシュランタップインから開花の亀キャスト。 ETB で3枚切削しつつ、先ほどスルーしたミシュランを戦場へ。マナだけはランプに追いつきつつエンドです。お相手ここで前理科への進行をキャスト。いや普通に回ってますね。これで踏み歩くものがアクティベート。アタックはもったいないのでさすがに通します。進行の防衛値が削れて裏面に。問題はここから7マナ体がどれだけ出てくるかですね。こちらは開花の亀アタック。プラン的にはマナを伸ばしまくって刺激でコントロールしたい。お相手に追いつかんとこちらも1マナ伸ばします。ここシングルブロックなら喉首でどかして亀を残そうと思います。と思ったらお相手チャンプを選択。放浪ウォーカーイガンジョーケアでしょうか。こちらは手動でマナを出してタイバーをキャスト。マイナス2で3枚切削してクリーチャーを戦場へ。この場面で頼りになるルアボイフがめくれました。しかしサイズは1足りない3、4。ここはチャンプブロッカーとして浄土語りをキャストします。タイバーの錠剤で喉首は使えるので構えてエンドです。お相手まずタイバーにアタック。浄土語りとルアボイフでそれぞれブロックして、してやったりみたいな顔してるけど、片方ジャンプとピン除去するのと結果変わらない件について。まあ結果変わらなかったからよし。お相手イカ天使キャスト。対象はルアボイフとタイバー。結果変わりました。もうだいぶ終わってるけど7マナスペル使われてないのでまだ参る。このターンは刺激で一気に墓地回収するターンにします。マナが奇数なら母聖樹置きもありましたが、ブースなのでタップインで亀はアタックします。2枚除去回収して1枚キャスト可能なので、片方ブロックなら亀生かそうと思います。お相手ここは一貫して投資継続。レアアーキ特有のわからん殺しが刺さってます。お相手エターリキャスト。ついに出ました7マナスペル。トップのめくれは除去除去。これはギリセーフ。ここは素直に投資で、あとはここで回収した3枚でどれだけ戦えるかです。お相手イカ天使単体でアタック。これはイーガン上読みっぽいですね。エンドに刺激 X3 で根力。インスタントで実質3枚サーチは実際やばい。1枚特目でも良かった説はありますが、とりあえずこれで盤面リセットしましょう。まずエターリ取って、次はイカ天使。ルアボイフが出るのでスカイクレイブは取らなくてもいいかな。さらにタイバーキャスト。マイナスで3枚切削して刺激を戦場へ戻します。タイバーの状態でこのターンに刺激をハンドに戻せるので、次のターンはまた墓地から大量回収です。暗視の刺激が躍動していてめちゃくちゃ楽しいです。そしてお相手群れの渡りキャスト。ついにライフを攻めるカードがやってきました。エンドに刺激回収。今んとこれんでどうこうなる盤面じゃないので、このめくれはあんまり惜しくはない。ここは刺激で除去回収に動いても限界がありそうなので、浄土語りキャストでタイバーの錠剤で即タップして土地をクリーチャー化します。からのタイバーでアンタップ。
このまま殴っても止められちゃうのでスカイクレイブを落として、もう1回タップして土地をクリーチャーか。そして城塞2体でアタックします。これは絶対に相打ち取りたいはずなので適当に戦力削り合って、後から刺激で見事な再生を回収してリアニメイトしましょう。ライフはお互い初期チキンでターンエンド。お相手群れの渡り追加、正直アトラクサと同じくらいヤバい。エンドに刺激しよう X2 で悩みましたが、回収するのは特木との毒火で、タイバーはマイナス2で使い切って、もう1回刺激回収したいところですが、ここは一旦ルアゴイフでもう特木設置するつもりなので、リソース面は刺激じゃなくて特木に頼りましょう。ここに力戦飛んできたらヤバいですが、今まで使ってないので多分ないでしょう。ということでの毒火構えてエンドです。お相手手下げカバン起動。力戦はやめて、力戦はやめて、力戦はやめて。これは許された気がする。前理科への進行。まあお相手太陽効果とかは腐る場面だし、意外と有効パイは少ないのかも。ここはアタックせず、お相手目線ルアゴイフ通すと危険だから意外ときつい盤面なのかも。そしてお相手の墓地にははるか昔に除去したこいつがいますね。お互いのトップをめくってうろつくものと手下げカバンキャスト。何気に手下げカバン起動可能ですね。このデッキ友情。気がつけばデッキは残り20枚に。調子に乗って代理出し入れしようと思ったけど意外とヤバいな。ここはルアゴイフ2体でアタックして、お相手ここは2体ともチャンプを選択。とりあえず攻守は入れ替わった形。太陽効果打ってきたら返しでまあまあ打点で総出し結構押せてきましたね。お相手サイクリングからもう1枚サイクリング。ここまで来るとハンドがどうなってるのか逆に気になりますね。もしかしての毒火見えてるからアトラクサ出せないのかな。からの前理科への進行。これでフルタップ。まだ基本土地出てくるのか。エンドに竹沼根力。回収するのは刺激で、ここはカバンで3ドローするよりも刺激で X3 した方が多分いいはず。とはいえ決定打になるカードもないので再生。除去かな。ここでもったいないですが踏み歩くものを除去。次はオールインする構えです。特木は適当にグルクを戦場に出します。お相手目線後は太陽効果くらいしかないと思うので、ここで刺激出しても回収する頃には死んでるか試合が終わってます。まず1体除去してエターリは変身します。これで2ターンでほぼ勝ちの盤面。あとは除去構えるか攻めるかですが、攻めますかね。浄土語りで土地をクリーチャーか露営でエターリをパンプして、お相手最適なブロックをしますが11点通って残り9点。あとはラス打たれても無限に土地がアタックして勝てそうと。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでスール対土地アグロでした。エルモリで追加された2色ミシュラランド。テキストをよく読むとアタック誘発の能力は別にマナを払って起動しなくても使えることが分かりますね。このように4ボトンのミシュラランドと見比べると微妙に違います。なのでミシュランを脱法でクリーチャー化できるメカニズムでデッキを組もうというのがこのデッキです。そしてこのデッキの主役であり、発売前はトップレアに近い評価を受けていたこのカードですが、エルモリではっきり言ってめっちゃ強くなりましたね。この PW プラスで3警戒速攻の壁が立つって考えると防御力すごいんですよね。なんかプラスで3の壁が立つって寒気が。なので意外と忠誠が伸びやすくて簡単に奥義届いたりして終わるし、雑に土地と相打ちさせても見事な再生や亀でどんどん戻ってきてアド得するようになっています。ちなみにこのデッキご覧いただいたらわかるようにデッキ72枚です。これにより普段からただでさえ高い足のデッキがついにメインボードだけでレア以上60枚の大台を突破しました。60枚にするには単純にスペル7枚土地5枚不要なものを削ればいいのですが、優先度がつかなかったのと、それならセルフ LO 対策やグルク、
ルアゴイフのサイズ考えていっそ入れたいだけ入れるかとなりました。実際72枚にしなかったら LO してた試合は結構あったのですが、72枚にすることで強いカードを引けなくて負けた試合とどっちが多いかは不明です。デッキの紹介はこんなところです。さてこのデッキの強さですが、意外と勝てます。だいぶ上振れしてたのもあると思いますが、ミシック対で勝率は6割超えています。赤タンとランプには不利でミッドレンジには有利、コントロールは3マナ PW が定着するか次第といったところですね。個人的な意見としては回しててめっちゃ面白いので、ワイルドカードが無限にある人はぜひ試してみてください。ということで以上です。いつもコメント、いいね、広告、高評価等ありがとうございます。チャンネル登録や X フォローもよろしくお願いします。反応もらえると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。